ウルトラ U の知識劇場ファンの皆様、こんにちは。知の冒険家、ウルトラ U です。さあ、始まりました。ウルトラ U の知識劇場。このチャンネルは、古今東西、あらゆる名著やカルチャーを、私、ウルトラ U が独自の視点で読み解き、皆様の脳みそをガンガンに揺さぶっていく、そんな知的エンターテインメント空間でございます。さて、記念すべき、今回のテーマは、これだ。鳥山明先生作ドラゴンボール、そしてドラゴンボール Z。ドラゴンボール今更そう思ったそこのあなた。甘すぎます。その考え、フリーザ様のデスビームで消し飛ばされるレベルで甘いですよ。ドラゴンボールは単なる漫画、単なるアニメではありません。これは我々人類が未来英語を語り継ぐべき聖書であり、全人類必修の教養なんです。なぜ私がそこまで断言するのか。それはこの物語に我々が人生で直面するであろうありとあらゆる困難、そしてそれを乗り越えるためのヒントが全て詰まっているからです。努力、友情、勝利、この少年ジャンプが掲げた黄金の三原則をこれまで純粋にそして熱く書き切った作品がかつてあったでしょうか。落ちぼわれたと笑われた少年がやがて宇宙を救うヒーローになる。最初は敵だったはずの男が生涯をかけて競い合う最高のライバルになる。絶望的な状況に追い込まれても仲間を信じ、自分の限界を超えていく。そこには人種も国境も世代も超えて私たちの魂を震わせる何かがある。だからこそドラゴンボールは連載終了から30年近く経った今でも世界中の人々に愛され語り継がれているんです。今回の知識劇場ではこの偉大なる神話ドラゴンボールとドラゴンボール Z の全貌を私ウルトラ E が全編完全解説していきます。無印と呼ばれる孫悟空の冒険の始まりから Z で描かれる宇宙規模の激闘まで、そこに込められた鳥山明先生の天才的なストーリーテリング、魅力的なキャラクター造形の秘密、そして今を生きる我々の熱いメッセージを3万字を超える圧倒的なボリュームで徹底的に語り尽くします。この動画を見終わる頃には、あなたはドラゴンボールという作品の見方が180度変わっていることをお約束します。そして明日からちょっとだけ強く優しくなれるはずです。さあ、準備はいいですか？ウルトリーがお届けする史上最も熱く、最も深いドラゴンボール解説、刮目してみよう。それでは、壮大なるドラゴンボール解説の続き、第1章の幕開けです。さあ、皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。こっからが本番です。私、ウルトラ U と共にドラゴンボールという偉大なる神話のその原点へと旅立ちましょう。題して第1章、冒険の夜明け、すべての伝説はこっから始まった。さあ、冒険の夜明けなんですね。舞台の物語は人里離れた山奥、パオズ山。ここに一人のとんでもない少年が住んでいました。そう、我らの主人公、孫悟空です。孫悟空という異常値なんですね。まず皆さんに理解していただきたいのは、この孫悟空という少年がいかに異常な存在であったかということです。彼は現代社会の常識、いやこの物語の世界の常識すら通用しない、まさに規格外、異常値の塊なんです。考えてみてください。車を見れば妖怪だと勘違いして破壊しようとする。女の子を見ても男との区別がつかない。なぜなら、育ての親であるじっちゃん、孫悟飯以外の人間と会ったことがないから。文明社会から完全に確立された超ピュアな野生児、それが初期の孫悟空の姿なんです。彼は亡きじっちゃんの形見である数神柱という玉をじっちゃんそのものだと思い込み、毎日話しかけている。この純粋さ、この汚れなき魂、これが
後に地球を、いや全宇宙を救うヒーローの原点だなんてこの時点では誰も想像できませんでした。しかし鳥山明先生は我々にこう問いかけているんです。常識とは何か、普通とは何かと、社会のルールや古典観念に縛られていないこの悟空の純粋さこそが、あらゆる困難を乗り越え、敵すらも魅了していく最大の武器になる。物語の冒頭で先生はすでにその壮大なテーマの種をまいていたんですね。すごくないですか？ブルマのとの出会いという奇跡。そんな悟空の前に一人の少女が現れます。この出会いこそが歴史を動かす奇跡の化学反応の始まりでした。彼女の名前はブルマ。さあ、ブルマさん可愛いんですね。憧れた方も多いのではないでしょうか。ですね、見てください。この対比。野生と文明、純粋と欲望。パウズ山で自給自足の生活を送る悟空に対して、ブルマはポイポイカプセルという超ハイテクなアイテムを使いこなし、ドラゴンボールを7つ集めて素敵な彼氏が欲しいという極めて現代的かつ利己的な欲望のために旅をしているんです。もしもこの2人が出会わなかったら、悟空はおそらく一生パオズ山から出ることなく静かな人生を送っていたことでしょう。そしてブルマは旅の途中で山賊のヤムチャあたりに襲われて、冒険は早々にゲームオーバーです。つまりこの出会いがなければドラゴンボールという物語は始まれなかった。いや、それどころか後に地球を襲うレッドリボン軍、ピッコロ大魔王、サイヤ人、フリーザ、彼らの脅威によって地球はとっくの昔に消滅していたんです。そう考えると、このブルマという少女の行動力、そして欲望こそが地球を救っていっても過言ではない。歴史を動かすのはいつだって常識を打ち破る規格外の人物の熱いパッションなんです。仲間という財産。悟空とブルマの旅は様々な出会いをもたらします。最初はただの豚だった変身能力を持つウーロン。当初は悟空の命とドラゴンボールを狙う敵だった砂漠の盗賊ヤムチャとプーアル。彼らは決して良い人として登場するわけではありません。ウーロンは女の子をさらうスケベな妖怪。ヤムチャは女性の前だと緊張して話せなくなるという弱点を持つちょっと残念なイケメン盗賊です。しかし悟空という異常値と旅をするうちに彼らは少しずつ変わっていく。利害関係で始まった旅がいつしかかけがえのない仲間たちとの冒険へと姿を変えていくんです。特にヤムチャ。皆さん、ヤムチャというと何を思い浮かべますか？ヤムチャしやがって、栽培マンにやられた人。そんなちょっと情けないイメージが先行していませんか？違います。断じて違う。初期のヤムチャは悟空が初めて出会った自分よりも強いかもしれない武闘家でありライバルだったんです。必殺技ローガ風風剣は当時の悟空をあと一歩まで追い詰めた。彼は紛れもなく強敵ともだった。彼の悲劇はただ一つ。周囲の成長スピードがあまりにも異常すぎたこと。悟空をはじめとするサイヤ人たちが
インフレの階段を駆け上がっていく中で、地球人であるヤムチャはそのスピードについていけなかった。しかし、彼は決して戦いから逃げなかった。格上の相手であろうと、仲間がピンチの時には必ず駆けつける。彼こそがドラゴンボールにおける勇気ある一般人代表なんです。私はそんな人間味あふれるヤムチャが大好きだ。亀仙人という詩。旅の途中、悟空たちは武術の神様と謳われる伝説の男に出会います。その名も無天老師亀仙人。どう見てもただのスケベじいさんです。パフパフという少年マガジンに残るセクハラワードを生み出した張本人。しかしこの老人の正体こそ悟空の人生を、そしてドラゴンボールという物語の方向性を決定づけた偉大なる師マスターなんです。悟空と、そして後に彼の生涯の親友となるクリリンは亀仙人の下で本格的な修行を開始します。その修行内容がまた素晴らしい。牛乳配達、素手での畑耕し、サメがうようよいる湖を泳いでの工事現場でのアルバイト。一見するとただの無茶苦茶なしごきです。しかし亀仙人はその本質をこう語ります。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べてよく休む。これが亀仙人流の修行の極意じゃ。どうですか皆さん。これ現代社会でストレスに苛まれる我々への最高のメッセージだと思いませんか？仕事、修行ばっかりじゃダメだ。しっかり学んで、思いっきり遊んで、美味しいものを食べて、ぐっすり眠る。心と体のバランスを整えることこそが自分を成長させるための最短ルートなんだと亀仙人は教えてくれているんです。そしてこの修行の集大成として悟空に伝授された技こそが、そうカメハメハです。体内の洗顔エネルギーを凝縮し一気に放出するこの技。亀仙人が50年かかって編み出したこの必殺技を悟空はなんと一目で見ただけでコピーしてしまう。ここで悟空の異常な戦闘センスが初めて明確に示されるわけです。このカメハメハというキャッチーな誰もが真似したくなる必殺技の存在がドラゴンボール人気を不動のものにしたのは言うまでもありません。天下一武道会という試練。資料を終えた悟空とクリリンがその成果を示す場所。それが世界中の猛者が集う武術の祭典、天下一武道会です。このトーナメント形式で最強を決めるというフォーマット。鳥山明先生、天才すぎます。これほどまでにキャラクターの強さを分かりやすく、そしてドラマチックに見せる舞台装置がありますか？悟空対ギラン、クリリン対バクテリアン、ヤムチャ対ジャッキー・チェン、数々の名勝負が繰り広げられる中、読者の度肝を抜いたのが悟空の兄弟子クリリンとの準決勝です。それまで修行仲間としてギャグ担当として描かれていたクリリンが悟空と互角の凄まじい攻防を繰り広げる。読者はここでクリリンめちゃめちゃ強いじゃんと認識するわけです。そして決勝戦。悟空の前に立ちはだかったのは謎の老人
ジャッキー・チェン。その正体はもちろん変装した亀仙人です。なぜ師匠が正体を隠してまで弟子の前に立ちはだかったのか。ここに亀仙人の師としての深い愛情が隠されています。彼は悟空の底知れない才能を見抜き、このまま野放しにすれば自分が一番強いと天狗になってしまうことを見抜いていた。だからこそ、あえて自らが壁となり、上には上がいるという事実をその身をもって教えようとしたんです。試合は漫画史に残る激闘となりました。カメハメハの打ち合い、空中での攻防、そして最後は壮絶な蹴りの攻防で相打ち。わずかな足の長さの差で悟空は敗北します。しかし悟空は泣かなかった。悔しがるどころか、彼は笑ってこう言うんです。世の中には強いやつがいっぱいいるんだな。おら、もっともっと強くなりてえと。敗北を糧にさらなる高みを目指す。この孫悟空というキャラクターのどこまでも前向きな強さが確立された瞬間でした。そしてこの天下一武道会を通じて、天津飯やチャオズといった新たなライバルたちと出会い、物語はさらなる熱を帯びていくのです。どうですか皆さん。まだ物語は始まったばかりだというのに、この圧倒的な面白さ、そして深み。ギャグとシリアス、冒険とバトル、出会いと成長。すべてのエンターテインメントの要素がこの初期のドラゴンボールには詰まっているんです。しかし、この後、悟空たちの前に本当の悪意と恐怖が姿を現します。世界征服を企む冷酷非常な軍隊、そう、レッドリボン軍です。悟空の冒険活劇はここから地球の存亡をかけた激しい戦いの物語へとその姿を変えていくことになります。ウルトラ U の知識結晶第2幕の開演です。前回までの冒険活劇とは明らかに空気感が変わってきます。心してご覧ください。さあ、ちょっとシリアスになってくるんですね。皆さん、知の冒険家ウルトラ U がお届けするこの冒険活劇から世界をかけた戦いへの変化。前回の第1章では孫悟空という規格外の少年がブルマンや亀仙人といった素晴らしい仲間や師と出会い、天下一武道会という試練を通じて強さの改元を駆け上がっていく、まさに冒険活劇の王道を共に見てきました。しかし、ドラゴンボールという物語がなぜこれほどまでに我々の心を掴んで離さないのか。その答えはこの先に待つ絶望とそれを乗り越える不屈の魂にあります。さあ、覚悟を決めてください。こっから物語は少年たちの冒険から人類の存亡をかけた戦争へとその姿を大きく変えていきます。題して第2章、世界征服の野望、レッドリボン軍の脅威。第2章、世界征服の野望。天下一武道会を終え、再びドラゴンボール探しの旅に出た悟空。しかしその行く手にはこれまで出会ったどんな敵とも次元の違う巨大な悪意が待ち受けていました。それが世界最強の軍隊、レッドリボン軍です。組織というシステムとの戦い。まず理解していただきたいのは、このレッドリボン軍が
これまでの山賊や武道家といった個人の敵とは全く質が違うということ。彼らは霊的な組織であり、非常なシステムなんです。世界中に支部を持ち、最新鋭の兵器で武装した巨大な軍事組織。彼らもまた悟空と同じくドラゴンボールを狙っています。その目的はもちろん、世界征服。と誰もがそう思いますよね。しかし鳥山明先生の姿はここで単純な悪の組織を描かないところにあるんです。この巨大な軍隊を率いる総帥、レッド総帥。彼が命を懸けてドラゴンボールを集める。その真の目的とは何だったか。皆さん、覚えていますか？なんと、自分の身長を伸ばしたい。ってなりますよね。信じられますか？世界を恐怖に陥れる軍隊のトップの願いがシークレットブースで解決できそうなコンプレックスの解消だったのです。このあまりにも矮小で個人的な欲望のために名だたる将軍たち、そして数えきれない兵士たちが命を散らしていく。ここに鳥山先生の痛烈な社会批判が、社会風刺が込められています。巨大な組織や国家が掲げる正義や大義名分。その裏には実はトップの個人的なコンプレックスやちっぽけな欲望が隠されているかもしれない。これは現代社会を生きる我々にとっても決して他人事ではない非常に普遍的なテーマなんです。悟空はこの巨大なシステムにたった一人で立ち向かっていきます。北の極寒地帯ジングル村ではホワイト将軍と人造人間8号ハッちゃんとの出会い、海底の洞窟ではブルー将軍との追いかけっこを繰り広げ、聖地カリンではインディアンのボラとウパ親子と出会う。行く先々で悟空はその純粋な力と心で軍隊のシステムを破壊し、人々と絆を結んでいく。この一連の戦いは悟空がもはや単なる強い少年ではなく、人々の希望を背負って戦うヒーローへと成長していく過程そのものだったのです。タオパイパイという絶望。しかしそんな悟空の前に、レッドリボン軍が切り札として雇った本物の死と絶望が姿を現します。その名はタオパイパイ。タオパイパイ、三つ編みの険しい顔のおっさんなんですね。来ましたよ。ドラゴンボール史上最初のトラウマ製造機。この男の登場でドラゴンボールの空気は完全に変わりました。これまでのどっかコミカルだった戦いとはわけが違う。彼は世界最強の殺し屋。仕事として人の命を奪うプロフェッショナルです。彼の強さはまさに異常。挨拶側に放った下の一撃で屈強なブルー将軍を殺害。悟空のカメハメハをいとも簡単にドドンパで跳ね返す。そして極めつきは移動方法。引っこ抜いた柱を空中に放り投げ、それに飛び乗って 2300km まで移動する。もはや意味が分かりません。発想が天才のそれなんです。そして聖地カリンを守る心優しき戦士ボラさんをいてもたやすく殺害してしまう。目の前で大切な友人が殺される。この出来事に悟空は生まれて初めて本気の殺意を伴う怒りを爆発させます。しかしその怒りもタオパイパイには通用しなかった。悟空はタオパイパイのドドンパを胸に受け完全に倒されて
しまうのです。主人公が読者の目の前で明確に死んだと思わされた瞬間、当時の少年たちが受けた衝撃は計り知れません。ドラゴンボールはもうただの楽しい冒険物語はなくなった。今の命のやり取りをする真剣な戦いの物語へと完全に舵を切ったのです。カリントンという克服、絶望的な敗北。しかし我らが孫悟空はこっからが真骨頂です。彼はタオパイパイが奪っていったドラゴンボールを取り返すため、そしてナインより殺されたボラさんの敵を討つため、伝説のカリン島を登り始めます。雲を突き抜けるほど高いこの塔の頂上にはカリン様という猫の仙人が住んでおり、飲むと力が何倍にもなる超聖水があるという。悟空はその水を求め3日3晩かけてこのむちゃくちゃな高さの塔を登りきるんです。そして頂上で待っていた猫の仙人カリン様、悟空は超聖水を分けてくれと頼みますが、カリン様はこう言います。欲しければわしから奪ってみようと。こっから悟空とカリン様の超聖水をめぐる壮絶なコミカルな追いかけっこが始まります。しかしこの3日間飲まず食わずで塔を登り、さらにカリン様を追いかけ続けた悟空はいつの間にかタオパイパイと渡り合えるほどの力を身につけていた。そう、もうお分かりですね。超聖水なんてただの水だったんです。カリン様の修行の本質はアイテムに頼ることではなかった。カリン様から水を奪おうと必死に動き回り頭を使うそのプロセス自体が悟空を極限まで鍛え上げていたんです。他人に与えられた力じゃない、自分の力で絶望を克服した瞬間です。この経験は悟空というキャラクターの根幹を形成します。どんなに強い敵が現れても安易な解決策に頼らず、自分自身の修行によって限界を超えていく、この努力の姿勢こそが我々が孫悟空というヒーローに強く感情を移入する理由なんです。そして再びタオパイパイと対峙した悟空は以前とは別人のような強さで彼を圧倒。最後はタオパイパイが投げた爆弾を蹴り返し見事に勝利を収めるのでした。自らの力で過去のトラウマを完全に乗り越えたのです。レッドリボン軍を一人で壊滅させ、世界に平和を取り戻した悟空。しかし、神話というものは永遠に安息の時間を与えてはくれません。ドラゴンボール史上最大最悪の悪夢が長い眠りから目覚めようとしていました。題して第3章、魔族の恐怖。ピッコロ大魔王の降臨。第3章、魔族の恐怖。天下一武道会で天津飯チャーズといった新たなライバルたちとの死闘を繰り広げ、再び世界一の舞台で成長した悟空。しかしその成長縮小ムードを切り裂くように事件は起こります。仲間たちの死。悟空が少し目を離した隙、彼の生涯の親友クリリンが何者かに殺害されてしまうのです。信じられますか？悟空と共に亀仙人のもとで修行し、苦楽を共にし、天下一武道会ではライバルとして熱い戦いを繰り広げたクリリンがあっさりと殺されてしまう。しかも
そこには口から魔という紋章が描かれた卵を吐き出す見たこともない怪物がここです。ドラゴンボールの物語の第2のそして最も重要な転換点はここなんです。これまでの詩はドラゴンボールで生き返らせることができました。しかしクリリンの詩は読者に取り返しのつかない喪失という本当の痛みと恐怖を初めて突きつけました。犯人はかつて世界を恐怖のどん底に陥れたピッコロ大魔王亀仙人の師匠ムタイト様によって電子ジャーによって封じ込められていた伝説の魔族です。ピラフ一味の愚かな行動によって彼は現代に復活してしまった。ピッコロ大魔王の目的はただ一つ。世界を恐怖で支配すること。若さを取り戻したピッコロはタンバリン、シンバル、ドラムといった魔族を次々と生み出し、天下一武道会の指導者を一人また一人と殺害していきます。その目的は自分に逆らう可能性のある武道家の根絶。そして悟空の師匠亀仙人がピッコロを再び封じ込めるべく命を懸けた大技魔風馬を放ちますが失敗。亀仙人もまた悟空の目の前で命を落としてしまうのです。続いて天津飯をかばいチャオズも死んでしまう。仲間が師匠が次々と殺されていく。希望が一つまた一つと消えていく。この圧倒的な絶望感の演出。鳥山先生は読者の心をこれでもかというほど揺さぶり叩き落としてくるんです。神様との開口。怒りに燃える悟空も若返ったピッコロ大魔王の前には力及ばず敗北。もはや地球上にピッコロを止められる者は誰もいない。世界は魔族によって完全に支配されてしまいました。かに思われました。しかし、ここで物語は点へとスケールを広げます。かりんとうのさらにその上、雲の上のそのまた上に神様の神殿があったのです。悟空は死の淵から蘇った後、やじろべえの助けを借りて再びかりんとうを登り神殿へとたどり着きます。そしてここで地球の神様と開口する。ここでドラゴンボールの世界観を根底から揺り返す衝撃の事実が明らかになります。なんとピッコロ大魔王と地球の神様はもともと一人の人間だったというのです。かつて神になるために己の中にあったわずかな悪の心を追い出した。その悪の心が形を持ったものこそがピッコロ大魔王だった。つまり神が死ねばピッコロも死ぬ。ピッコロが死ねば神も死ぬ。一心同体の存在だったのです。この善と悪の分離という設定、深すぎませんか？絶対的な善も絶対的な悪もない。それはもともと一つの心の中に同居していたものなのだと。このテーマは後のベジータや魔人ブーといったキャラクターにも脈々と受け継がれていきます。悟空は神様の下で力の使い方だけでなく、気の探り方、心の沈め方といったより広辞苑の心の修行を積んでいきます。ミスターポポとの修行を通じて悟空はただのパワーファイターから真の武闘家へと進化を遂げるのです。マジュニアという因縁、そして
最終決戦。超新水を飲んで潜在能力を解放した悟空はピッコロ大魔王との死闘に挑みます。片腕を使えなくされ、両足も潰され、絶体絶命の状況。しかし悟空は最後の力を振り絞り、残った片腕でピッコロの体を突き破り、見事勝利を収めるのです。やった！世界は救われた！誰もが歓喜したその瞬間、ピッコロ大魔王は最後の力を振り絞り、己の分身であり息子である卵を産み落としていました。いつか俺の恨みを晴らせという言葉とともに、そして物語は3年後へ。舞台は再び天下一武道会。青年へと成長した悟空の前に、あの時の卵から生まれたピッコロ息子マジュニアが成長した姿で現れます。こっからの展開は本当に熱い。世界を滅ぼそうとした大魔王の生まれ変わりと、世界を救った英雄が数万の観衆が見守る舞踏会のリングの上で正々堂々と雌雄を決する。この因縁の対決を公開の場でエンターテインメントして昇華させてしまうこのセンス。戦いはもはや人間同士の戦いではありません。会場ごと吹き飛ばすほどのエネルギー波、巨大化、信じられないスピードでの攻防。ドラゴンボールのバトルはこの戦いで完全に超人次元へと突入しました。そして激闘の末、悟空は勝利します。誰もが今度こそピッコロの息の根を止めろと叫ぶ中、悟空は神様の静止を振り切ってマジュニアに戦術を与え、命を助けるんです。なぜか悟空はこう言います。また戦いてえからだと。そしてお前みたいにいつでも悪でいられるかなと、自分を殺そうとした宿敵を倒すべき悪としてではなく、自分をさらに高めてしてくれるライバルとして認める。そしてその心の中にいつか善が芽生える可能性を信じる。この孫悟空という男の底知れない器の大きさ。ピッコロ大魔王との戦いを通じて、悟空は単に地球を救っただけではありません。敵を許し、その未来の可能性すらも救ってみせたのです。このマジンヤ、後のピッコロとの戦いと和解をもって、無印と呼ばれるドラゴンボールの物語は一つの大きなクライマックスを迎えます。そしてこの戦いのラストシーン、悟空は父を連れて筋斗雲で飛び去っていくシーンのなんと晴れやかで幸福感に満ち溢れていることか。しかし読者は、そして我々ウルトラ U の知識劇場の視聴者の皆さんはまだ知る由もありませんでした。この平和がほんのつかの間のものでしかないこと。悟空の本当の戦いは地球を飛び出し、宇宙というさらに広大な舞台へと移っていくことになるのです。孫悟空は一体何者なのか。なぜ彼はこれほどまでに強いのか。その答えは宇宙からやってくる新たな脅威によってもたらされることになります。さあ皆さん、いよいよ物語は我々が熱狂したドラゴンボール Z の世界へと突入します。戦闘力スーパーサイヤ人フリーザ、セル、魔人ブー。考えただけでもワクワクが止まりませんね。ウルトラ E 知識劇場 Z 編の
巻くわけです。こっからの物語のインフレは、我々の想像をはるかに超える領域へと突入します。シートベルトを締めてしっかりとついてきてください。我々はピッコロ大魔王との激闘の末、青年へと成長した悟空が関マジュニアと和解し、ピッコロですね、と和解し、父との結婚という最高にハッピーなエンディングを迎えました。素晴らしい物語だった。で、終わると思ったか。甘すぎます。鳥山明という神が我々に与えてくれた神話は、こんなところでは終わりません。むしろ、こっからが本当の始まりだったんです。こっから始まる物語はもはや我々が知っているドラゴンボールではない。地球の武術や冒険活劇の枠をはるかに超えた宇宙規模の SF バトルサーガ。そう、我々が愛してやまないドラゴンボール Z の領域へと突入します。題して第4章、宇宙からの侵略者サイヤ人という衝撃。第4章、宇宙からの侵略者ピッコロとの戦いから5年。悟空と父との間には孫悟飯という息子も生まれ、平和な日々が流れていました。しかし、その平穏は空からやってきた宇宙船によっていともたやすく粉々に砕け散ります。ラディッツ襲来と悟空の正体。宇宙船から現れた長い髪と奇妙な戦闘服をまとった一人の男。彼は悟空の息子ご飯をいともたやすく人質に取り、こう言い放ちます。カカロット、弟のお前を迎えに来てやったぞ。と、ドーン来ましたよ皆さん。ドラゴンボール史上最大の後付けにして最高の設定変更が、この男ラディッツなる彼の口から衝撃の事実が語られます。我らが主人公孫悟空。彼の本名はカカロット。そして彼は地球人ではなく宇宙の戦闘民族サイヤ人の生き残りだった。赤ん坊の頃に地球を侵略する目的で惑星ベジータから送り込まれた宇宙人だったのです。すごくないですか？この物語の根幹を揺るがす新事実。これまで謎だった悟空の尻尾や満月を見ると大空に変身する理由、そしてあの異常までの強さ、その全てのピアスがこのサイヤ人という一つのキーワードによってカチッとはまるんです。これはもはや後付けではない、天才による神の啓示です。戦闘力という発明、そしてラディッツはもう一つの革命を我々にもたらしました。彼が左目につけている片眼鏡のような機械、スカウター。これが相手の強さを戦闘力という数値で表示する画期的なアイテムだったんです。戦闘力たったの5か。ゴミめ。このセリフあまり有名ですよね。この戦闘力という概念の発明がドラゴンボール Z、それまでの少年漫画とは全く違うステージへと引き上げました。強さが初めて可視化されたんです。ラディッツの戦闘力が1500。対する悟空とピッコロはそれぞれ400台。
絶望的です。どう考えても勝てない。読者はこの数値によってキャラクターたちが感じている絶望をリアルに共有することになったのです。この発明の後のインフレ地獄の引き金になるわけですが、それはまた別のお話。悟空とピッコロの共闘。地球を滅ぼそうとした大魔王と地球育ちのサイヤ人。ありえないはずの2人が共通の敵を前に手を組む。この展開、胸が熱くならないわけがないでしょう。しかし、それでもラディッツは強すぎた。悟空はピッコロが編み出した必殺技魔漢交殺法をラディッツに当てるため究極の選択を示す。自らラディッツの動きを封じ、その体にピッコロの技を貫通させる。つまり自爆です。信じられますか？孫悟空が物語の序盤で自らの命を犠牲にして兄を道連れにしたんです。主人公が死ぬ。この衝撃的な展開でドラゴンボール Z は読者の予想をはるかに超える物語であることを高らかに宣言しました。ベジータとナッパの襲来。しかし絶望はまだ終わりません。ラディッツは死の間際、スカウターの通信機能で仲間に地球の情報を伝えていました。ドラゴンボールを使えばどんな願いも叶うと。そしてその通信を聞いていたのがラディッツなど比較にならないほど強力な2人のサイヤ人。巨漢の戦士ナッパと誇り高きサイヤ人の王子ベジータです。彼らが地球に到達するまであと1年。この1年間でクリリン・ヤムチャ、天津飯チャオズ、そしてピッコロといった地球の戦士たち Z 戦士は神様のもとで死に物狂いの修行を行います。一方、死んだ孫悟空は海王様というさらに高位の神のもとで魂だけの修行を積む。そして約束の1年後、地球に降り立ったナッパとベジータはまさに絶望の巨神でした。修行を積んだ Z 戦士たちのナッパはまるで子供扱い。天津飯は片腕を失い、チャオズは自爆して外れ、天津飯は最後の機構法で力尽きる。ピッコロはご飯をかばってその命を呈して死んでしまう。そしてあの伝説のシーンが生まれます。裁判マンとの自爆によってヤムチャが死ぬ。あの有名なポーズで、もはやネタとして語り継がれることの多いシーンですが、仲間たちが次々と無残に殺されていくこの絶望感は本物でした。悟空対ベジータ、仲間たちが全滅寸前。その時です。海王様とのもとで修行を終え、ドラゴンボールで生き返った悟空がついに戦場に帰ってくる。間に合ってくれーという全読者の祈りが届いた瞬間です。スカウターが計測した悟空の戦闘力は5000、6000、7000、8000以上だ。ナッパを瞬殺する悟空の姿に我々は歓喜しました。しかし、サイヤ人の王子ベジータは格が違った。こっからがドラゴンボール Z 最初のクライマックス。落ちこぼれとして地球に送られたサイヤ人カカロットとエリート中のエリートである王子ベジータのプライドをかけた頂上決戦です。
悟空は海王様から教わった新技、海王剣で自らの戦闘力を倍々で引き上げていく。2倍海王剣。それでもかなわないと見りゃ、最倍海王剣カメハメハとベジータのギャリック砲が激突する。この星を揺るがすほどのエネルギーのぶつかり合い。少年時代の我々はテレビの前でいけー悟空と叫ばずにはいられなかった。それでも倒れないベジータは人工の月を作り出し、大猿へと変身。絶対絶命の悟空。しかし悟空、ご飯、クリン、そして刀一本で駆けつけたヤジロベエの活躍によって、なんとかベジータを追い詰める。満身創痍ボロボロになりながらも、最後はクリリンがベジータにとどめを刺そうとする。その時悟空は叫ぶんです。やめろ、クリリン、殺さないでやってくれ、頼むと。オラワクワクするぞ、こんなすげえやつとまた戦いてと。自分を殺しかけ仲間を皆殺しにした宿敵はまた戦いたいから見逃す。この常人には理解不能な孫悟空の戦闘民族としての純粋な渇望、そしてエリートとしてのプライドをズタズタにされ、這うように地球宇宙船で逃げ帰るベジータ。この2人の因縁はこっから Z の最終回まで続く物語の縦軸となっていくのです。舞台は宇宙に移っていきます。サイヤ人との激闘は地球に大きな爪痕を残しました。ピッコロが死んだことで神様を死に、地球のドラゴンボールは消滅してしまった。仲間たちを生き返らせる手段はもうないのか。いや、あった。クリリンがベジータとの会話から希望の糸口を見つけ出します。ピッコロの故郷ナメック星に行けば本家のドラゴンボールがあるかもしれない。物語の舞台はついに地球を飛び出し、広大な宇宙へ。しかしそこは希望の星ではなかった。宇宙で最も冷酷で最も恐ろしい帝王が支配する地獄の星だったのです。題して第5章、帝王フリーザ、ナメック星の絶望と希望。第5章、帝王フリーザ。ブルマ、ゴハン、クリーンが神様の宇宙船でたどり着いたナメック星。しかしそこは穏やかなナメック星人たちが虐殺され、村が破壊される阿鼻教官の地獄でした。その元凶こそ宇宙の帝王フリーザです。皆さん、このフリーザというキャラクターの一切に注目してください。これまでの敵ピッコロやベジータはいかにも悪という感じでしたよね。しかしフリーザは違う。部下に対してさん付けで呼び、非常に丁寧な言葉遣いをします。物腰も柔らかい。しかしその内面は宇宙で最も残忍で冷酷非道。自分の目的のためなら赤棒だろうが無抵抗の老人だろうと指先一つで笑いながら消し去る。この丁寧な物腰と残虐非道な行為のギャップ、これが我々の本能的な恐怖をこれでもかと煽ってくるんです。そして彼の口から告げられる衝撃の戦闘力。私の戦闘力は53万です。53万、もう意味がわかりません。
インフレの桁が一つも二つも違う。悟空たちが命がけで戦ったベジータの戦闘力が18000だったことを考えると、この数値がいかに絶望的かお分かりいただけるでしょう。フリーザはこの時点でドラゴンボールにおける恐怖の象徴として完全に訓練したんです。三つどもえのドラゴンボール争奪戦。ナメック星ではフリーザ軍、傷を癒して単独で乗り込んできたベジータ、そして地球のご飯たちが7つのドラゴンボールをめぐって三つどもえの壮絶な奪い合いを繰り広げます。このいつ誰が裏切るかわからない手に汗握るサスペンス展開。鳥山先生はバトルだけではなく、こういう心理戦を描くのもめちゃめちゃうまいんです。特にベジータ。彼はサイヤ人が死の淵から蘇ると戦闘力が大幅にアップするという特性を最大限に利用し、あえて敵に半殺しにされ、デンデに回復させるという狡猾な手段でフリーザ軍の幹部たちを次々と撃破していきます。エリートのプライドを捨て、泥水を吸ってでも強くなろうとする彼の執念。敵役でありながら、読者はいつしかこの孤高の王子ベジータを応援してしまうんです。義乳特戦隊という個性の爆発。業を煮やしたフリーザが本性から呼び出したエリート部隊、それが義乳特戦隊です。リクム、バータ、ジース、グルト、そして義乳隊長。随分コミカルですが、彼らが揃って決めるファイティングポーズ。この絶望的な状況下でのあまりに場違いな明るさとユーモア。シリアスな展開が続く中でのこの一瞬の癒し。鳥山先生、読者の心の温め方を完全に知り尽くしています。しかしその実力は本物。パワーアップしたベジータですら全く歯が立たない。ご飯とクリームも絶対絶命。もうダメだ。誰もがそう思ったその時。伝説のスーパーサイヤ人への覚醒。ドゴーン。一隻の宇宙船がナメック星に到着します。そう、100倍の重力の中で死の淵をさまようほどの修行を終えた孫悟空の到着です。こっからの展開はまさにカタルシス。ベジータたちをあれほど苦しめた義乳特戦隊のメンバーを悟空はまるで赤子をひねるかのように次々と倒していく。待たせたなーと言わんばかりの圧倒的な強さ。全読者が悟空の到着をこれほども待ち望んだことはありませんでした。しかしフリーザの恐怖はまだ始まったばかりでした。彼は変身するたびにその戦闘力を爆発的に増大させていく。第2形態、第3形態、その姿はどんどん醜悪で恐ろしいものになっていく。そしてついに現れたシンプルかつ洗練させたフォルムの最終形態。悟空の海洋拳もピッコロの頭脳戦も通用しない。エリートとしての誇りを胸に最後までフリーザに挑んだベジータもついに力尽きる。彼は死の間には悟空に涙がらなに訴えます。フリーザに殺されたサイヤ人の手であいつを倒してくれとライバルの思いを背負い、悟空はナメック星の全生命から少しずつエネルギーを集めた最後の切り札元気玉を放つ。これで終わっ
た。誰もがそう信じたその時、土煙の中から無傷のフリーザが現れ、非常な一撃を放つ。その標的は悟空の親友、クリリンでした。クリリンは悟空の目の前で粉々に爆殺されてしまうのです。そしてついにその瞬間が訪れます。2度も目の前で親友を殺された悟空。彼の穏やかな心がついに激しい怒りに染まっていく。地面が揺れ、空が光り、金色のオーラが悟空の体を包み込む。黒かった髪は逆立ち、金色に輝き始める。クリリンのことか。クリリンのことか。スーパーサイヤ人孫悟空。来た。剣ですよ、皆さん。漫画史、いや、すべてのエンターテインメントの歴史に残る伝説の覚醒シーン。穏やかな心を持ちながら、悪への激しい怒りによって目覚めた1000年ぶりに現れる伝説の戦士、スーパーサイヤ人の誕生です。こっからの戦いはもはや説明不要でしょう。あれほど恐怖の象徴だったフリーザをスーパーサイヤ人となった悟空は、完全に圧倒的にもてあそぶかのように追い詰めていく。この絶望からの究極の大逆転劇。このカタルシスのために鳥山明先生は、これまで全ての絶望を描いてきたんです。爆発寸前のナメック星の最後の死闘。悟空は最後までフリーザに情けをかけますが、その情けすらも裏切られる。そして怒りの一撃がついに宇宙の帝王を打ち破るのです。このフリーザ編でドラゴンボールという物語は一つの頂点に達しました。努力、友情、勝利、そして絶望からの覚醒。少年漫画の持つ全ての面白さがここに凝縮されていると言っても過言ではありません。しかし、この神話はまだ終わりを許してはくれません。フリーザという絶対的な悪を倒した悟空たちの前に、さらなる絶望が未来からやってくるのです。それは血の通わない鋼鉄の人造人間という新たな悪夢の始まりでした。おっといけない。またしても私の知識の探求が時空を超えそうになってしまいました。この続きは第6章、血の涙もない人造人間とセルの恐怖について語り明かすことにしましょう。ウルトラ U の知識劇場、いよいよクライマックスです。フリーザという絶対的な恐怖を乗り越えた Z 戦士たち。しかし、神話は彼らに安息を与えません。こっからは過去からの因縁、未来からの警告、そして世代交代というさらに複雑でさらに深いテーマへと突入してきます。刮目してみよう。我々が孫悟空が伝説の戦士、スーパーサイヤ人へと覚醒し、宇宙の帝王フリーザを打ち破るというドラゴンボール史の頂点とも言える瞬間を目撃しました。悟空は英雄となり、宇宙に平和が訪れたかに思われました。しかし、本当の悪魔を忘れた頃に、過去の因縁と絶望的な未来という2つの顔を持ってやってくるのです。さあ、物語は Z の中でも屈指のサスペンスへと
絶望が渦巻くあの章へと突入します。題して第6章、未来からの警告、人造人間とセルの脅威。第6章、人造人間とセルの脅威。フリーザとの思想から1年後、平和な地球に突如フリーザの気配が再び訪れます。しかも父親であるコルド大王と共にメカの体になってパワーアップしている。Z 戦士たちが絶望に包まれる中、そこに一人の少年が颯爽と現れるのです。未来から来た少年、トランクス。ドーン。その少年はこともあろうにベジータと同じようにスーパーサイヤ人へと変身し、あのフリーザとコロド大王を剣の一振りで文字通り瞬殺してしまう。誰だこいつは。この衝撃的な登場シーン、当時の読者の頭ははてなでいっぱいになりました。そして彼は悟空だけに衝撃の事実を告げます。彼の名はトランクス。3年後に現れる恐ろしい人造人間によって Z 戦士が全滅し、地球が破滅した絶望の未来からやってきたと。そしてその父親はベジータ、母親はブルマであると。きつー。ベジータとブルマの息子、この誰もが予測しなかったカップリング。そして未来からの警告という王道バトル漫画に SF サスペンスの要素をぶち込んできたこの展開。鳥山先生、天才すぎます。さらにトランクスはもう一つの絶望的な未来を告げます。悟空は人造人間と戦う前にウイルス性の心臓病で死んでしまうと。敵は強さだけではない、病という抗いようのない運命をまたヒーローに襲いかかるのです。ドクター・ゲロの復讐、そして約束の3年後、現れた人造人間19号と20号。その正体はなんてかつて悟空が少年時代にたった一人で壊滅させたあのレッドリボン軍の科学者ドクター・ゲロ本人とその改造体だったのです。すごくないですか、この伏線回収。宇宙の帝王はいや伝説の魔族との戦いの後、次の敵がはるか昔の過去の因縁だなんて誰が想像しますか。悟空への個人的な復讐心という極めて小さな火種がやがて世界を焼き尽くす大火事になる、この物語構造の巧みさ。しかし本当の恐怖は彼らではありませんでした。ドクター・ゲロが自分でも制御不能なものとして封印していた2人の人造人間、17号と18号です。彼らはエネルギー切れのない永久エネルギー炉を搭載し、その力はスーパーサイヤ人をも凌駕する。そして何より恐ろしいのは、彼らには悪の心がないこと。ただ人間を破壊することをゲームとして楽しむ無邪気な破壊者。心がないから気も探れない。Z 戦士たちはなすすべなく叩きのめされてしまうのです。最悪の敵、セル。人造人間という絶望に加え、事態はさらに悪化します。トランクスが乗ってきたものとは別の古いタイムマシンが発見される。その中には不気味な抜け殻が。街からは人々が服だけを残して次々と消えていく。ホラーです。完全にホラー展開。この事件の犯人こそ
ドクターゲルのコンピューターが悟空やベジータ、ピッコロ、フリーザといったありとあらゆる達人の細胞を集めて作り出した究極のバイオ人造人間、セルです。彼は17号と18号を吸収し完全体になるという目的のためにこの時代にやってきた。悟空たちへの復讐心と最強の戦士たちの戦闘細胞を併せ持つまさに最悪のキメラ。物語は三つどもえの絶望的な鬼ごっこへと発展していくのです。シェルゲームと世代交代。Z 戦士たちは逆転の一手として1日で1年の修行ができる精神と時の部屋に入ります。ここでベジータとトランクスはスーパーサイヤ人の限界を超える。そして悟空とご飯はさらにその先、常にスーパーサイヤ人の状態でいることで心身を鳴らすという究極の修行を編み出す。しかしここで事件が起きます。パワーアップしたベジータはセルの第二形態を圧倒する。しかし彼はより強い相手との戦いというサイヤ人としてのプライドと慢心からなんとセルの完全体化をわざと見逃してしまうのです。ドラゴンボール史上最大のやっちまったな案件です。しかしこの人間臭さこそがベジータというキャラクターの魅力なんです。彼は完璧なヒーローじゃない。プライドに埋もれ過ちを告だからこそ我々は彼から目が離せない。完全体となったセルはその圧倒的な力を見せつけ全世界に向けて武道大会の開催を宣言します。その名もセルゲーム。もし自分に勝てるものが現れなければ世界の人類を皆殺しにするという悪趣味極まりないデスゲームです。そしてセルゲーム当日、世界中が見守る中、先陣を切った悟空はセルと5回以上の戦いを繰り広げます。しかし彼は突如こう言って抜けるんです。参った、降参だと会場、そして全読者がとなる中、悟空は次の戦士として自分の息子孫悟飯を指名する。あいつならきっとセルを倒せると。ここです。ドラゴンボール Z のもう一つの大きなテーマ、世代交代がついに動き出すのです。最初は戦いを嫌がりセルに追い詰められるご飯。しかしセルが仲間たちをいたぶるために生み出したセルジュニアによってクレインやヤムチャたちがなぶり殺しにされそうになるのを見た瞬間、ご飯の中に眠っていた未知の力はついに怒りによって爆発する。ゴゴ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 ゴ、スーパーサイヤ人のオーラにバチバチと稲妻が走る。髪はさらに鋭く逆立ち、その目にはもはや慈悲はない。スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2への覚醒です。覚醒したご飯をセルジュニアを一撃で葬り、完全体のセルも完全に圧倒する。しかし追い詰められたセルは地球ごと道連れに自爆しようとする。万事休す。その時悟空はご飯に笑顔で語りかけます。ご飯よくやったなと。そして瞬間移動で自爆寸前のセルとともに海洋星へと飛び爆発の中に消えていくのです。主人公2度目の死。しかし物語は終わらない。セルは核さえ残っていれば再生できる能力でまさかの復活を遂げる。絶望するご飯の心にあの世の悟空から声が届きます。
カメハメハを打つんだご飯と、そして放たれる親子カメハメハ。息子の背中を死んだ父の魂が支える。このドラゴンボール史上最も泣けるカメハメハがついにセルを完全に消滅させるのです。悟空の物語はここで一旦幕を閉じ、地球の未来は若きヒーロー孫悟飯の手に託されたのでした。セルゲームから7年。高校生になった悟飯は、勉強に、そして正義の味方、グレートサイヤマンとしての活動に精神を謳歌していました。世界には平和が戻った。しかし、宇宙の深淵では、計り知れないほどの邪悪なエネルギーを持つ何かが長い眠りから目覚めようとしていました。これは理屈も戦略も同情も通用しない純粋な悪そのものでした。題して第7章、究極の魔人、魔人ブーという純粋な悪。第7章、究極の魔人。物語は悟空が一日だけこの世に帰ってくる天下一武道会から再び動き出します。しかしそこに海王神と名乗る神が現れ、邪悪な魔導士バビディが太古の昔に封印された魔人ブーを復活させようとしているということを告げる。この魔人ブー、これまでの敵とは全くタイプが違います。最初は太ったどこかコミカルで子供のような姿で現れる。しかしその力は本物。ダーブラを一撃でお菓子に変えて食べてしまう。そして怒りによって純粋な悪のブーと善のブーに分裂。悪のブーが善のブーを吸収し、さらに狡猾で残忍な悪の魔人へと進化していく。その行動は予測不能。気まぐれで人類を絶滅させてしまう。この底の知れない恐怖とどこかコミカルなキャラクター性の融合。これが魔人ブー兵の独特の魅力なんです。ベジータの食材。この機に際し、あの男はついに動きます。ベジータです。彼は悟空との決着を望むあまり、あえてバビディの術にかかり、悪の力を増幅させた破壊王子として悟空の前に立ちはだかる。しかし、その戦いの最中に魔人ブーは復活してしまう。自分のプライドが最悪の事態を招いたと悟ったベジータ。彼は戦いを中断し、一人魔人ブーのもとへと向かいます。そして息子であるトランクスを生まれて初めてその腕で抱きしめ、こう言うのです。トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。と。そして彼は自分のすべてを込めた大爆発で魔人ブーを消し去ろうとする。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。あの誇り高きサイヤ人の王子が初めて誰かのために自分の命を投げ出した瞬間、ドラゴンボール史上最も泣けるベジータの食材のシーンです。最後の切り札と究極の元気玉。しかしベジータの犠牲も虚しく、魔人ブーは再生してしまう。アルティメットご飯もゴテンクスも次々と吸収され、事態は最悪の方向へ。もはや打つ手なしかと思われたその時、老海王神の命と引き換えに悟空がこの世に復活、さらに閻魔大王の計らいでベジータも地獄から一時的に戻ってくる。二人は神の表ポタラで
合体しシリーズ最強の戦士ベジットが誕生。その力は魔人ブーを完全に圧倒します。しかしブーに吸収された仲間たちを救うため、あえて吸収されるという捨て身の作戦に出る。そして最終的にブーは全ての知性を失った最も純粋で最も厄介な最初の姿、純粋ブーへと戻ってしまう。舞台は宇宙の果て、海洋深海へ。悟空のスーパーサイヤ人3でさえも倒しきれない。地球も仲間たちも全て破壊され、もはや絶対絶命。その時ベジータが最後の作戦を提案します。それは悟空が地球の全生命からエネルギーを集めた超元気玉を作るというものでした。プライドの塊だったベジータが初めてカカラットこそがナンバーワンだと認め、自分は時間稼ぎの汚れ役に徹する。このライバル関係の究極の到達点。しかし地球の人々は悟空の声に耳を貸そうとしない。誰も元気を分けてくれない。もうダメだ。誰もが諦めかけたその時、地球の人々の心を動かしたのはヒーローでも神でもない世界チャンピオンミスター・サタンの泥臭い呼びかけでした。おいお前ら、手を挙げろ。この彼の魂の叫びによってついに地球の全人類の心が一つになる。全人類の希望を集めた究極の元気玉はついに魔人ブーを完全に消滅させるのです。これは悟空一人の勝利じゃない。ベジータ、サタン、そして名もない地球人すべての思いがつないだ奇跡の勝利だったのです。最終章、ドラゴンボールが私たちに残したもの。さあ最後までやってきました。最終章、ドラゴンボールが私たちに残したもの。こうして長きにわたる戦いはついに幕を閉じました。悟空の冒険の始まりから宇宙を巻き込んだ最終決戦まで、我々はこの壮大な神話を共に旅してきました。ではドラゴンボールとは一体何だったのか。なぜこの物語は連載終了から何十年も経った今でも国境や世代を超えて世界中の人々から愛され続けるのか。その答えはシンプルです。この物語には私たちが生きていく上で最も大切で最も普遍的な真理が全て詰まっているからです。どんなに強い敵が現れても諦めずに立ち向かう不屈の精神。一人では戦わない相手にも仲間と力を合わせれば乗り越えられるという友情の力。自分の限界を厳しい修行によって超えていくひたむきな努力。そしてその先にある最高の勝利。落ちこぼれだった悟空が宇宙一のヒーローになる。冷酷な侵略者だったベジータが家族を愛しライバルを認め地球を守るために戦う。敵だったピッコロが悟空の息子であるご飯の最高の師匠になる。キャラクターたちは決して完璧じゃない。慢心し過ちを犯し、それでも何度も立ち上がり成長していく。その姿に私たちは自分自身の人生を重ね合わせ勇気をもらってきたんです。そしてこの偉大なる神話を生み出してくださった鳥山明先生。先生が描いたワクワクする冒険、胸が熱くなるバトル、そして愛すべきキャラクターたちは間違いなく私たちの人生を豊かにしてくれました。
この場を借りて最大限の敬意と感謝を捧げます。本当にありがとうございました。ドラゴンボールの物語はこれからも私たちの心の中で永遠に生き続けるでしょう。そして私たちに何度でも教えてくれるはずです。どんな困難な状況でも諦めなければ必ず道は開けると。仲間を信じる心が奇跡を起こすのだと。さて、ウルトラ U の知識劇場ドラゴンボール編いかがだったでしょうか。3万字を超えるこの圧倒的なボリュームにお付き合いいただき本当にありがとうございました。今日の話を聞いて少しでも皆さんの心にドラゴンボールの元気玉が灯ったのなら、私にとってこれ以上の幸せはありません。この知識劇場ではこれからも古今東西あらゆる名作カルチャーの真相に私ウルトラ E が全力でダイブしていきます。次のテーマが気になる、ウルトラ E の熱い解説でまた聞きたいな、そう思ってくださった方はどうかこの劇場の未来のためにあなたの力を貸してください。チャンネル登録と高評価ボタンのクリックを何卒よろしくお願いします。それが私ウルトラ U の次なる冒険の最高のエネルギーになります。それでは皆さん、また次回の知識の劇場で新たな知の冒険に出かけましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。